こんにちは、友太郎でございます。私は日本で10年ほど社畜としてブラック企業で働きまして、身も心も荒川の河川敷のように痛めつけられまして、現在ではシンガポールで永住権をもらって生活しております。今回はですね、海外で仕事を見つけることが日本で就職活動するのと比べてですね、どっちが難しいのかっていうことで、私の、体感にはなりますけれども、難易度はどんなもんなのかということで、このあたりをお話ししていきたいと思います。私は日本とシンガポールと、そしてシドニーでしか、転職とか就職したことがないので、その範疇でのお話にはなるんですけど、これ結論から言いますと、語学が一定以上できると仮定した場合ですけども、で、あとその人がいる国だよね。その、どれぐらいの都市にいるのかとかですね、その国が今どれだけビザを発給してくれるのかっていうことにも関わってくるんだけども、私はそれでもね、海外の方が圧倒的に仕事は見つけやすいというふうに、圧倒的に思います。もう断言してもいいです。で、これなんでかっていうと、例えばシンガポールの場合、ちょっと古いデータになりますが、2021年外務省の発表によりますと、シンガポールにいる日本人っていうのは約3万5千人。これ多いように聞こえるんですけども、この3万5千人のうち、日本企業が日本から送り込んでいる、いわゆる駐在員っていうのがいまして、で、その人たちは家族持ちが多いんですね。で、家族丸ごとシンガポールに引っ越してきた人たちなので、駐在員とその奥さん、子供を入れると、おそらく2万5千人ぐらいになるんじゃないかなと思ってます。で、こういった人たちを現地では、駐在員組などと呼んだりします。彼らは基本的にその日本企業でしか働かないですし、転職なんていうのは基本的にもう絶対にしません。で、なぜなら駐在員っていうのは、勤務している日本企業から住む家とか与えられておりまして、だからそこの家賃も、あとその学校の費用、シンガポールでいうと日本人学校っていうのがあるんだけども、そこの費用っていうのも8割とか、もしくは全額、これは会社によりますけども、あらかた会社負担になってます。で、その社内でもですね、一定の役職にあって給料っていうのもいいらしいので、そういう彼らがですね、今その自分の地位を捨てて、この異国の地でですよ、一旦労働ビザを返納してですね、ビザなしの状態になって、給料下がるかもしれない他の企業に現地でですね、そんなリスクを冒してまで転職するのかっていうことになると、現実的にこれありえない話です。つまり、この推定2万5千人っていうのは私たちのようなその、現地での就職ですよね。もしくは転職しようっていう人間。これ、現地採用組っていうふうに言うんですけれども、その現地採用組にとっては日本人向けの仕事を奪い合うライバルにはならないんですね。この駐在組っていうのは。で、残る1万人なんですけども、この中には留学しに来ている人とか、単にワーホリで、もしくは長期観光でですね、滞在している人たちになります。で、この中からであれば、その後数年後にいずれかはそのシンガポールで就職を考える人っていうのも出てくるかもしれないですけども、この人たちも今すぐに仕事を探す上で我々のライバルにはならないんです。だから実質、推定だけど8000人ぐらいが日本から直接来てですね、仕事を見つけに来た現地採用組で、この人たちが私と同じ時期に例えば仕事を失った場合ですよね。現地でその日本人向けの仕事を互いに奪い合うライバルになります。で、もうここまで話せば、聡明な皆さんお分かりかと思うかもしれないんですけども、日本で求職する場合に比べてライバルがですね、圧倒的に少ないんですよ。例えば今の日本で月収40万から45万の外資系の有名企業で、10人求人が出たとしたらですね、多分100人200人もう余裕でですね、応募が殺到すると思うんですよ。で、これ内定を勝ち取るのは本当に大変だと思います。こういった状況を投資とか生物学の用語では生存競争の厳しい海ということでレッドオーシャンと言ったりもします。で、しかし、シンガポールに限っての場合なんだけども、同じ条件で日本人に対して10人の求人があったとしても、現地では5人しかですね、応募がないっていうこともザラにあるんですね。で、そうなると、5人、その面接しに来た5人、よっぽど変な人じゃなければ全員採用して、足りない分は応募が来るまで長期間待ったりですね、
代わりに現地で日本語ができる現地人を雇ったりします。はい、もうこれ完全にですね、生存競争の少ない平和の海っていうことで、ブルーオーシャンっていうふうに言います。で、もちろん海外の求人にもプログラマーとかですね、ウェブエンジニアとか金融のスペシャリストとか、そういった高等職もあるし、この場合は、私のように英語が喋るだけでは応募ができない求人になるので、そういったものも確かにあるんだけど、でも一般のそのカスタマーサポートとか、セールスの補助とか、物流コントロールセンターの管理とかですね、秘書とか、そこまでその専門知識を必要としない仕事っていうのは、シンガポールには山ほどあるんですよね。そういう仕事に就くっていうのであれば、一定の言語能力があるっていうことが前提ですけど、日本で仕事を探すよりはるかに現地で探す方が仕事簡単に見つかります。だってね、ライバルほとんどいないですから。でこれおそらくだけどニューヨークとかフロリダとか、中国で言ったら上海とか香港とかもおそらく同じだと思うんですよね。だから今回私他の動画で前の動画かなお伝えした通りですね、失業してこの現地のシンガポールで転職するってなった時に、動画見てる人の中にはね、次見つけるの難しそうじゃねとか、この人大丈夫かなとか、心配してくれた人もいたと思うんですけど、ぶっちゃけると、英語さえある程度喋れればですね、現地の就職のエージェント、転職のエージェントっていうのは、たくさん、転職先の候補っていうのを持ってきてくれます。だから面接も、たくさん受けられるし、意外にね、あっさり就職っていうのは決まります。で特に若くて言語が流暢でそこまで給料に文句言わなければ全然難しくないです。で今回の失業でですね、私は今までの中では一番仕事探すのには苦労しました。でも次の会社での内定、これ英語でジョブオファーって言うんですけれども、これももらうまではね1ヶ月はかかってないです。だから苦労は確かにしたんだけど、それはシンガポールで仕事を探したにしては苦労したっていうことであって、日本で休職した場合よりははるかにスムーズで簡単だったんじゃないかなと思ってます。やっぱ人生戦うならブルーオーシャンです。これ例えるなら、日本での転職っていうのはこのバリクソ広いですね、太平洋を、GPS とかレーダーに頼ってマグロをこう捕まえる難易度なんですね。で一方、海外のその大都市での職探しっていうのは、気仙沼程度の大きさにですね、迷い込んだ1万匹のマグロのうち、もう1匹でいいから捕まえてくださいっていう難易度ですね。ですので皆さんに分かってほしいのは、海外の転職市場っていうのは日本人のライバルっていうのは非常に少ないブルーオーシャンであると。これ重要ですね。で、この動画で皆さん、その日本のブラック企業に勤めて苦しんでいる日本の若者の皆さんにですね、一番言いたいのは、語学を極めて海外に出ればですね、誰もが知っているその企業で、日本のブラック企業よりもずっといい労働環境で、ずっといい給料で働けるんですよ。びっくりするぐらいあっけなくすんなり入社できたりするんですね。でこれは何を意味するかっていうと、F ランク大学卒でも日本のその有名私立大学とか国立出てね、日本で働いている人よりもずっといい人生を送れてしまうっていうことなんですよね。だからその、日本の権力者が作ったそのクソみたいな序列のシステムですよね。そんなものに従って生きる必要はもうなくなるわけですよね。下克上ができます。語学習得っていうのは、こういう下克上ができるスペシャルチケットとご認識いただければと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。